皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、衆議院議員選挙が終わり、そして今年は参議院選挙の年となります。この参議院選挙に向かっての立憲民主党の動きを一つ取り上げようと思います。それは衆議院選挙の時に選挙で落選した辻元氏が参議院選挙の方の今度は比例代表で出馬する意向であるということが伝えられるようになったのです。なぜこのようなことになったのか、そしてこのことが一体何を意味するのか、今回は解説を行っていきます。まずはどのような報道が行われているか、そこから始めましょう。立憲、辻元清美氏を参院選に擁立へ、比例で最終調整。立憲民主党は夏の参院選で、辻元清美元国会対策委員長を比例区で擁立する方向で最終調整に入った。辻元氏も応じる方向で検討しており、月内にも判断する見通しだ。辻元氏は昨年10月の衆院選で8期目を目指して大阪10区から立候補したが、日本維新の会の新顔に敗れ落選した。与野党に幅広い人脈があり、国会のリベラル派の論客として存在感があったことから、立憲内には早期の国政復帰に待望論がある。立憲としては、維新の拠点である大阪を中心に、体調傾向が著しい関西でリベラル勢力の再建を図る狙いもある。辻元氏は24日、朝日新聞の取材に、衆院選後のこの3ヶ月、国会の外にいて困った人たちの声が本当に今の国会には届いていないと感じた。そういう声を届けないといけないとは強く思っていると述べた。この報道に対して本人のツイッターではこのように発言を行っています。参院比例に立候補へという記事が出ました。各方面の方々から参院選も考えたらどうかとの話をいただいているのは事実です。今、地元をはじめいろんな方々のご意見を聞いています。1月末には結論を出し、ご報告をさせていただきます。辻元さんはこのような国会に戻ってきてほしいという活動がいろんなところからあるんだよというアピールを以前から行っています。ハッシュタグ辻元清美を国会へ署名を受け取りました。国内だけでなく南アフリカやケニア、イタリア、シンガポールなど世界各地から署名が届いていることに驚く。嬉しい、ありがたいという気持ちだけではなく、3000を超える署名に責任を感じた。署名簿の重みがずっしりと心に響いた。しっかりと受け止めなければといった具合にして、自分は多くの人たちから期待されているんだよということをわざわざ自分のツイッターでの発言を行っています。第一報を聞いたとき、いよいよ参議院選挙に出るのだ、やっぱりなという思いがありました。というのも、記事の紹介の後でもお伝えしましたが、辻元氏は積極的に私は多くの人たちに求められているんだという主張を何度となく繰り返し行っています。このような主張をわざわざ行う理由というのは、まさに今年行われる参議院選挙で私が国会議員になるべきだということを周りから言われているような人物だとアピールしていることが一つ目的となっています。それだけ国会議員に執着している姿に私はゾッとしました。本当に寒気がします。なぜそのような生理的な嫌悪感が生まれるかといえば、何と言っても衆議院選挙、特に小選挙区において落選したという事実があるからです。そして選挙からほどなくして次の選挙に出る。しかも今度は小選挙区ではなく比例代表だよというのは、まさに国民を無視した動きだと私は思います。この件に関して本人はまだまだ検討している段階であり、正式な結論は出していないかのような話をしていますが、この記事との整合性はこの話からはちょっと取れません。そのような選挙をする前から運命を分かれることとなるこの重要なことにおいて、本人の了承もなしに党としての調整が行われることなどちょっとありえないことだと私は思います。比例代表に出そうという党の意向があるのであれば、当落線上にいる人物についてはもう落選するかもしれないという状況になるわけです。このあたりのことからも、あくまでも辻元さんは周りの人が推してくれたから私は出ることになったんだよという形をなんとか作ろうとしているのだと私は思います。では、これまでずっと小選挙区で戦っていた辻元さんがなぜ今度は参議院の小選挙区ではなく比例代表に出るのか、そのことについても解説を行っておきましょう。最大の理由は何といっても立憲民主党の支持基盤がどんどんと衰退しているからです。前回の衆議院選挙において立憲共産党と呼ばれるほどに共産党との関係づくりを推進した立憲民主党は支持母体である連合からの支持を受けられないようになりました。
そのような支持基盤を失っただけではなく、世論調査などにおいても明確にその衰退具合は現れています。最近行われている世論調査の政党支持率などを見ると、維新の会との支持率がかなり競り合っていることが確認されており、場合によっては支持率が逆転していることさえあります。これはあくまでも全国的に行われる世論調査の話であって、辻元さんの選挙区である大阪に限定すれば、もっと状況は悲惨なこととなります。前回の参議院選挙の時においてもすでに立憲民主党は小選挙区での議席獲得はできていません。大阪においては維新の会、公明党、そして自民党で小選挙区の議席を分け合ったのです。一方で比例代表の方では8議席ほど獲得していますから、順位が上であればほぼ確実に当選するだろうという予測ができるわけです。これらの状況から考えて、衆議院の小選挙区で落選して、さらに参議院の小選挙区でも落選したとなれば、さすがに面目を保てないことから、順位が上でさえあれば当選するだろうという見込みが立つ参議院の比例代表へとくら替えするというわけです。しかし、こうした選択をする立憲民主党の執行部は、完全に国民の意見というものを無視した状態になります。先に行われた衆議院選挙からまだそれほど時間が経っていませんから、少なくとも国民の声としては誰が国会議員にふさわしいかというのは、大阪の人たちは辻元さんではありませんよということを示しています。また、この話を受けるであろう辻元さんにしても、去年の選挙のことをさっと忘れて、さあ次は比例代表で受かってしまおうなどというのは、非常に地元の選挙民の人たちを無視した行為だと私は思います。少なくとも参議院の比例代表というのはそうした意味において、衆議院の小選挙区で落ちた人たちを受け止めるための復活させる制度ではありません。小選挙区で落選したのであれば、このことを踏まえて改めて次の選挙に向けて、じゃあ自分は今政治でどんなことをしようか、まさに地元の選挙民の人たちに向けて自分の活動を広く広報していくような、そのような地道な活動こそが辻元さんには求められることではないでしょうか。皆さんはこの話を聞いてどのようなことを考えたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。